ずつ始めたいと思います。こんばんは、ラブピースクラブの北原みのりと申します。今日はラブピースクラブオンラインイベントでラブピースクラブとファンファクトリー、両方とも25周年の会社なんですね。なので一緒に今日この日を迎えられることをすごく楽しみに私自身がしてきました。でファンファクトリーご存知の方もいると思うんですけれども、1996年に作られたブランドで、私が初めてファンファクトリーに出会ったのは多分90年代最後の時のベルリンで行われたセックスグッズのトレードショーっていうのがあって、ヴィーナスショーっていうのがあって、そこに行った時に本当にびっくりしたんですね。すごい可愛い星座のディルドがあった星座のバイブか、獅子座のバイブとか射手座のバイブとか、それがシリコンでできていて、でカラフルで、こんなものがあるのかと。それまで日本のバイブってやっぱり塩ビでできていてペニスの形していてとか、そういうのが嫌でラブピースクラブ始めたんですけれども、実際にどういう商品があるかっていうと本当に選択肢がない中でファンファクトリーに出会った時の感激って忘れられなくて、でそこからファンファクトリーはもういろんなバイブの中で革命を起こしてきた会社です現在進行形です。例えば初めて充電器であったりとか、USB 充電を作ったりとか、あと手が視覚の障害があったりとか、手に麻痺がある方とか、そういった方たちも使いやすいようなユニバーサルデザインを作ったりとか、あとはその医療レベルのシリコンでバイブを作ったりする、ディルドを作ったのもやっぱファンファクトリーで、しかも多くの会社が経済的に中国に工場を持って、もちろんメイドインチャイナがダメというわけではなくて、中国に工場を持ってやる中でドイツの地元の雇用にこだわってやり続けてるっていうところもやっぱりすごくファンファクトリーを支持したいなって思ってるところです。私も2度ブレーメンにあるファンファクトリーに訪ねたんですけれども、川沿いのある大きなすごく明るい窓に日が差し込む工場で、本当に手作りでバイブ作ってたのを見てびっくりしたんですね。で本当に手作りというか、一つずつ検査してチェックして検査してこのバイブ動くかどうかってことをあの皆さんがやってらっしゃるのを見て、こんな風にバイブって作るのかとちょっと本当に感動した記憶があります。でも2年間こういう状況になってなかなかドイツにもヨーロッパにも旅行できませんけれども、今日ファンファクトリーでアジアの統括マーケットをしているイローナさんを招いて、ファンファクトリーのブランドの話や、そしてドイツのその女性たちにとってのプレジャー、どんな風に皆さん話してるのかなとか、バイブどういう風に使ってるのかなとか、そんな話を聞いていきたいなと思います。イローナさんからはファンファクトリーのブランドのことや、あと今ファンファクトリーでこういうバイブ作ってるんだっていうことを説明してもらう時間を設けて始めたいと思います。じゃあ、最後に、皆さんからイローナさんにどんな質問でも、今ドイツでどんな状況なのとか、コロナの中でどんな風に人たちが生きてるのとか、いろんな話聞けると思いますので、質問あったら Q&A でクエスチョン書いてください。よろしくお願いします。じゃあ、イローナさん、お願いします。Ilona? Hello? Yeah. Hi, everyone. Thank you for being here today. And I am Ilona, as Minori said. I'm the Asia sales manager for Fun Factory. I've been working with the company for over 2 years. And I'm here to tell you a little bit more about who we are as a brand, what makes us special, what makes us unique, and also to present a few products and answer some of the questions that Minori mentioned already. So thank you for having me here. Please let me... こんにちは、いろんなです。私はですね、アジア地域の、統括マネージャーを務めていまして、すでにファンファクトリーで2年働いています。で、今日はですね、ファンファクトリーの、ファンファクトリーはどういう会社なのか、それからファンファクトリーのどういうところが個性的なのか、そして今日ファンファクトリーの最新のその製品をいくつかご紹介したりとか、それから今、みのりさんがちょっと挙げてくださいましたけど、皆さんの質問にお答えしていきたいと思います。はい、それでは行きましょう。So first I'll click the screen share, 2 seconds. ちょっとお待ちください。今、スクリーンを、立ち上げます。2 seconds. もうちょっとお待ちくださいね。There we go. So we will start here. はい、これから始めます。So Minori mentioned a few of these things already. We were founded in 1996.
So 25 years ago, a quarter of a century. And the idea behind Fun Factory and the way it started was that Dirk and Michael, the two founders, two engineers, wanted to create women-friendly sex toys out of body-safe materials. で、ですね、みのりさんがすでにちょっとご紹介いただきましたけれども、1996年にファンファクトリーが設立されまして、今年で25年になります。で、ですね、中心人物なのがディルクとマイクという2人のエンジニアでして、開発してきました。And another important goal for Fun Factory has always been to produce innovative and high-quality products in Germany. At the time, in 1996, there were no toys that were made out of good materials. There was mostly rubber and not very pleasant materials. There were no colors, but there were also nobody who was making innovative sex toys for people in Germany. ちょっと待って、could you stop, Ilona, because we have trouble with interpreter. ごめんなさい、アキさんの声が、ごめんなさい、通訳の声が聞こえないって方が何人かいらっしゃるんですけれども、皆さんどうですか？今聞こえますか？聞こえない状況ですか？どうでしょう？聞こえますか？皆さん、私の声聞こえますか？今聞こえてるってことなんですけど。聞こえますか？じゃあ、最初からちょっと方がいますね。どうしよう。まだ聞こえない。ですね、まだ聞こえますか？聞こえますか？通訳ボタンがもし皆さんの中で出ていたら、通訳ボタン下の方にありますかね。そこのところで英語ってボタンを押していただくと、聞こえるのかなと思うんですけれど、聞こえる方と聞こえない方がいるのかな。Minori is explaining to the viewers how to organize the buttons for interpretation. So 今どうですか？ Please wait for a while. Yeah, of course. どうでしょう？聞こえますか？皆さん、私の声聞こえますか？通訳機能を消しますね。それで全員がパネリストとして参加します。そしたらごめんなさい、聞こえると思いますので。はい、聞こえてますってことです。どうでしょう？皆さん聞こえますか？大丈夫です。聞こえてますってことです。じゃあスタートしましょう。ごめんなさい。じゃあ始めましょう。お願いします。どうしましょうか？最初自己紹介のところからざっともう一度繰り返しますか？そうですね。はい、じゃあお願いします。So, Ilona, please let me repeat from the beginning what you spoke. Okay? So give me some time for a while. Of course. Yeah. 最初はですね、イロナさんのイントロダクション、自己紹介から始まりました。私の名前はイロナで、アジアの統括マネージャーを務めています。ファンファクトリーに勤め始めて大体今2年ぐらいになりますけれども、今日はそのファンファクトリーはどういった会社なのか、それからその何がそのファンファクトリーにおいて、ファンファクトリーのどういったところでその個性的なのか、それから今日はそのファンファクトリーのいくつかのその最新の製品をご紹介したいのと、それからみのりさんが最初にちょっと少し触れてくださいましたけれども、みのりさんのご質問、もしくは皆さんからのご質問に答えていきたいと思っています。で、今ですね、皆さんスライドご覧になっていると思いますけれども、このスライドの説明をちょっともう始まってますので、そこまでお伝えします。ファンファクトリーは1996年に設立されまして、今年で25年を迎えました。でですね、中心になっているのがそのディルクとマイクという2人のエンジニアで、彼らが常にその女性に優しいデザインというものを常に開発してきたんですね。で、ファンファクトリーはですね、すごくそのドイツでも革新的で、そうですね、革新的な会社で、というのもそのファンファクトリーが始まる前までは、いわゆるそのバイブレーターというのは、そんな種類がなかったんですね。そのゴム製のものであったりとか、それからあまりその品質が使われている材料の品質が良くなかったりとか、その色もあんまりそのバラエティがなかったりとか、そういうものばっかりだったんです。So, okay, then maybe you can start, yeah. Okay, so we will continue. And innovation has always been at the heart of Fun Factory and who we are. And because of that, we always want to push the boundaries and we always want to improve what we see and make the best products for people in the industry, which is why we were the first to actually put medical grade silicone and color in the vibrator. We were the first to make a rechargeable vibrator, like Minori mentioned already. And we were also the first company in the adult industry to win a mainstream award. We won a Red Dot Award in 2015. So it's always been part of Fun Factory to push the boundaries and bring new products into the industry for people. ですね、そのファン2人がすごくその革新的だということを特に伝えたいんですけれども、というのは、
ですね、例えばやはり何かあると、その改良を重ねてきて、お客様からのその意見を取り入れて、改良を重ねてきているということ、それから、ですね、その医療レベルのそのシリコンだとか、そういったものを材料として使っていること、それから、充電式のバルブも作ってきてますね。そしてもう一つはですね、この業界のその会社としては、いわゆるそのデザインのすごく有名な賞で、レッドドット賞というのが、デザインアワードというのがあるんですけれども、それを受賞しているということですね。そういった意味において、ファンファクトリーは常にその領域を超える、いろんな領域を超えていこうとしてきた会社だというふうに言って思います。So starting from a really small idea and the goal and the wish and the dream to make safe toys that are made from safe materials, we're now one of the world's biggest European manufacturers of sex toys. ですごく最初のアイデアは、スタートした時のアイデアはすごく小さいものでした。例えば安全な機械、製品を作りたい、安全な材料で安全な製品を作りたい。で、それがですね、どんどん大きくなって、今では、欧州で最も大きなメーカーの一つに成長しました。So then we move on to the Fun Factory brand values. What do we believe in? And our brand values are trust, exploration, and fun, always focusing on the consumers at the end of the day. で、ですね、今からお伝えしたいのが、ファンファクトリーの価値観ですね。ファンファクトリーが信じているもの、というものをご紹介したいと思います。で、ファンファクトリーは常にお客様のことを念頭に置いていて、そのお客様の一日という生活がどういうふうに成り立つかという、そういうことを頭に入れながら作っています。So we build trust by creating the highest quality products with body-safe materials that last a long time without defects. So we build that trust with our customers. そしてですね、まずその信頼を、得るためにやっていることというのは、まずは安全な材料を作るということ、それから長持ちする高品質のその製品を作ることで、お客様の信頼を得ているわけです。We encourage our customers to explore. So our sex toys are not just made to get someone to an orgasm. We really want people to play with their bodies, explore their body, play with their partner, and learn something new about themselves. And that's where exploration comes into play. で、ですね、もう一つは、ただ単にオルガニズムを起こすだけの製品ということではなくて、お客様自分自身のその体を探求するために、探求することができるようなことを、そしてそういったことを応援するような製品を作っていきたいと思っています。例えばパートナーと一緒にやる、それから、自分のその体を、いろいろ探ってみるとか、そういったその探求とか冒険とかそういったことを、目指して製品を作っています。And of course, the final, most important thing, we want people to have fun. At the end of the day, sexuality and pleasure are fun. We are the Fun Factory, and every single product that we create has to also bring joy and happiness to the people that use it. でもちろんですね、一番最後に来るのは楽しむということですね。一日の終わりに、プレジャーを楽しむ、そして、その生活の中に楽しみとか幸せというものをもたらすような、そういった製品を作りたいというふうに思っています。So I'm just going to share with you our beliefs as a company. The first belief is that we believe that intimacy should always be safe for your body, and products should never contain harmful materials. そしてこれから皆さんにそのファンファクトリーの価値観というのをお伝えしたいと思うんですけど、まずは、インティマシー、その個人的もしくはその体の奥深くに、関わることですね。こういったことは常に、体に安全でなければならない。身につけるものはすべて安全でなければならないということです。We also value responsible manufacturing by keeping our carbon footprint really small and providing safe working conditions and fair labor practices. This is really, really important that the factory you saw in the earlier picture is where all of our staff work. They work under the same conditions as everyone else in Germany and receive fair wages and fair health conditions. ですね、2つ目は、まずですね、例えば CO2 の削減を、目指しながら、そして安全な労働環境というのを提供していくということです。そういう製造業であるということですね。そこでドイツにおいて、みんなが同じ環境で、同じ条件で、安全な環境で働いていけるということを、目指しています。And finally, we care about our consumer sexuality by designing an experience that enhances play and encourages exploration. So, like I said earlier,
It's all about people learning about themselves, exploring themselves, and discovering their pleasure. で、最後にお伝えしたいのが、お客様のセクシャリティについてですね。これは、いわゆるですね、そのプレイが、探求、お客様のその探求、自分の体を探求すること、そしてそのプレイの、楽しさが増すような体験をデザインすることで、皆さんのお客様の顧客のセクシャリティを大切にしていくということです。で、これは私は先ほども申し上げましたけれども、そうですね、そういったことで、皆さんの、セクシャリティを大切にできるような製品というのを提供していきたいと思っています。So to summarize, what makes Fun Factory unique? Why are we unique, and why are products unique? で、何がファンファクトリーに、何がファンファクトリーにとって、個性的なのかというのをお伝えしていきたいと思います。So firstly, of course, we use medical grade silicon. So this is really important. Not only is our medical grade silicon sourced in Europe, we also use body safe dyes that are then mixed together and hand finished by our workers at our factory. で、まず一つ目がですね、その医療用のシリコン、安全なシリコンを使っているということですけれども、シリコンだけではなくて、体に安全な、その染料ですね、を使っているということですね。あともう一つは、当社で手仕上げで、製品を作っているということも重要です。Secondly, of course, all the other materials are also extremely high quality. So if you think about our plastic handles, chrome coating on the handles, all of those are also made from medical grade materials because we don't want anything harmful to be entering your body. で、2つ目はですね、シリコンだけではなくて、その他のすべての部品も、すべて、そういったその高品質のもので作られています。例えばそのクロムのコーティングだとか、プラスチックのそのハンドル部分だとか、それも全部医療用の、レベルの材料で作られています。というのは、私たちはやはりそのお客様の体に有害な物質というのを、使いたくない、そういったその製品に使いたくないというふうに思っているからです。Another important element of what makes us unique is attention to detail. We pay really great attention to detail, which means each toy is examined multiple times to make sure there's no defects, no loose seams or scratches on the toy. And this is also important because when you have loose seams in a product, you can actually trap bacteria and make it unhygienic. So it's really important to us that it not only looks great, but the toy is finished to the highest quality standards so that you can enjoy your toy for a long time safely. で、その他にすごく大事なことはですね、細部にまでその注意を払っているということです。これはですね、どの製品も、何度もですね、検品されていて、例えばその欠損がなかったり、あとつなぎの緩みがなかったり、傷がなかったりということを、検品して、チェックしています。というのは、例えばそのつなぎ目の緩みがあったりすると、そこにですね、バクテリアが溜まったりして、とても非衛生的になりますので、これはとても大事なことなんですね。なので、見た目だけではなくて、こういったそのクオリティのものをお客様に届けるということが大事だと思っています。Another point that makes us unique is our inclusivity. So at Fun Factory, we always speak about vulvas, penises, anuses, vaginas. We speak about everybody, gender, sexuality, and all are welcome. And that's really important to us. Another important point is that all our toys are designed with ergonomic handles, with easy to use raised buttons. So people also with disability or difficulty with moving can use the toys without any problems. で、次はですね、その包括的、インクルーシブであるということがすごく、大事です。ファンファクトリーではもうすべての、例えば永遠にしても、そのペンにしても、肛門にしても、バギナにしても、それからすべてのその体とかセクシャリティというものを、に対応、ぜひ対応したいと思っています。で、あともう一つとても大事なことは、例えばですね、その製品のインターフェースとかボタンとかそういったものが人間工学的に、しっかりと設計されていることです。で、これで、例えば障害のある人でも簡単に使えるようになっていたりと、なっているような製品になっています。Another point that I want to highlight, of course, is the eco-friendliness. Right now, eco-friendliness has become a really big and relevant topic, but we actually been looking after it for 25 years already. So always our packaging had no plastic in the packaging. It's always been 100% recyclable. It is sourced from a sustainable company in Sweden. And that is another important point. All our materials are locally sourced and produced in Germany, which means that we don't have long transport lead times with cargo ships, reducing our carbon footprint. So
we've always cared not only about the impact we have on people, but the environment around us. もう一つはですね、エコフレンドリー、その環境に優しいということが、重要です。これはですね、今ではこのエコフレンドリーというのは、どこでも大きな話題や課題になってますけれども、ファンファクトリーは25年前からずっとこのことに取り組んでいるんですね。だからサステナブルな会社だというふうに言えます。で、例えばその私たちのパッケージはそのプラスチックを使っていなくて、しかもその 100% リサイクル可能なものを、使っているんですけれども、その他に、ですね、CO2 の削減のために、例えばですね、まず素材は材料を全部ローカルなもので調達するということ、ドイツ内ですね、ドイツのローカルなもので調達するということ、それからドイツで製造を行うということ、これによってその運輸の距離を短くしたり、それから製造の規模を小さくすることで環境に優しいという目的を成しています。And last but not least, Fun Factory is unique because we offer a luxury experience. And when we're talking about luxury experience, what I mean is that when you buy a high quality, reliable, beautifully made toy, you are not just buying a product to get the job done, to reach an orgasm. You are buying a whole experience. And that comes from the color to design to the shape and the packaging. It's about the experience of exploring your body and which each piece designed specifically for you, which is why that's how we set ourselves aside as well from other brands in the industry. そしてですね、他のですね、会社の製品、メーカーと、差をつけていると思うのが、このラグジュアリーな体験をお客様に、お届けするということです。例えばですね、もちろん高品質で、デザインがいい、見た目がいい、いろんなその製品はあると思いますが、ただですね、その製品は役目を果たすためだけのものでは、ないんですね。色もそれからデザインもそれからパッケージも含めて、常にお客様のことを念頭に置いて作られているんです。で、お客様がその素晴らしい体験をしてもらうということを念頭に作られている。これが他のメーカーと差をつけているものだと思います。And I think a really important point on this that I like to point out is what's the difference between a normal experience and a luxury experience? What's the difference between a standard vibrator and a Fun Factory vibrator? Is if you think of food, any food will kill your hunger. You could go to McDonald's and have food and it will stop you from being hungry. But if you go to a nice restaurant with locally sourced ingredients, a really fresh fish and fresh vegetables, every single bite gives you great pleasure. The atmosphere is amazing and it creates a memorable experience. It's not just eating for eating's sake. It's having the pleasure in the moment and enjoying the rich, high quality ingredients. And that's exactly how I would compare a Fun Factory toy to any other toy. 例えばですね、もう一つ私がお伝えしたいのが、例えばうちのラグジュアリー、うちが提供するうちの製品が提供するラグジュアリーな体験と、それから他の普通のバイブが何が違うかと、これ例えというなら、例えば食べ物に例えられると思うんですね。例えば、お腹をただ空腹を満たすためだったら、マクドナルドとかそういったところに行って、何かを食べて、空腹を満たすこともできる。けれども、例えばローカルのレストランに行って、そこで使われている素晴らしいローカルの材料を使った、そしてその雰囲気も素晴らしい、レストランで、素晴らしい体験というのを、楽しむことができると思うんですね。で、そういったものに、そういったその体験と、それからうちのバイブレーターと他の製品のバイブレーターがどう違うのかというのを例えることができると思います。Perfect. Thank you. So we move on to the fun part where I show you some of the toys that we also have, and I can explain to you a little bit how they're used. で、これからですね、うちの、トイをぜひ、ご紹介していきたいと思います。それどういうふうに使うのかというのもぜひご紹介したいと思います。The first toy that I want to talk about today is the Sundays. So Sundays is one of our latest launches. It came out last year, and it is actually our first pulsator that also vibrates and taps. So it has 3 different functions. そして最初にですね、最初のトイは、このサンデイズという当社の最新の、製品ですね。今、私のちょっと手に今お見せしてますけれども、これはですね、3つの機能がついています。So it has not only a slightly smaller size, but it has this beautiful flat part of the toy, which is designed to stimulate the outside of your vagina and the clitoris, and for then easy insertion and targeted tip stimulation on the G-spot.
で、これはですね、すごく小さくて、ちょっと平らな、フラットな形をしていることだけが、特徴ではなくて、例えばそのクリトリスとかそのワギナの外側を刺激することができると思えば、その中で G スポットに当てることもできるんですね。So the Sundays actually stimulates not just one, but 3 different kinds of nerve endings. If you think of regular sexual experiences, they tend to involve many different sensations: pulling, tugging, licking, scratching, maybe tapping, which cannot be simulated by just single vibration. With the Sundays and the tapping, vibration, and pulsation thrusting, you have a more natural and more wide range of different experiences. ですね、普通のバイブだと、例えば引っ張ったりとか、こういう、なんていうんですかね、動きしか、普通はできないんですけれども、このサンデーズだと、もっとこう自然で、しかもごめんなさい、もっと、自然で、多様な、刺激というのを作り出すことができるんですね。It's a toy designed to take your time, lay back, forget about everything else, and to really explore your body and achieve a deep and satisfying orgasm. We even call it the slowgasm, because it really encourages you to explore in different ways and to experience a different kind of orgasm every single time because of the variety of the vibrations and sensations. そしてですね、自分のそのためのひとときを持つことができるようなバイブレーターだと思います。で、これで自分の体を探索できるんですけれども、すごく深くて満足できる、スローガズムという私たちは名付けていますけど、スローなオルガズムを得るのに、ぴったりだと思うんですね。それで毎回こう違う刺激というのを楽しむことができると思います。It's also light enough and small enough to use hands-free. So because of its forward thrusting motion, which I'll show you now, you can see that it will thrust forward by itself. ハンズフリーでこう違う動きをさせることができるんですけれども、みんなお分かりでしょうか？皆さん見ていただけると分かると思うんですが、こう早く前後で動いたりとか。And that allows you to use the toy completely hands-free, which is great because you can completely lay back and relax and let the toy do its magic. そうするとですね、ハンズフリーで使うということは、ただこう仰向けになって寝っ転がって、そのままバイブにこう自分を任せて楽しむことができるということですね。The next toy I want to tell you about is the Manta. So the Manta is actually a fantastic couples toy. It has 2 vibrating powerful wings. You'll be able to see that when I unlock it. ですね、マンタはカップリにぴったりのトイなんですけど、今ちょっと皆さんに見ていただいてますが、上の方にちょっとこう翼のような部分が2つついてるんですね。So its vibrating wings can be used to stroke the shaft of the penis, but to stimulate the nipples and also stimulate the outside of the clitoris. And because of its flexible design, it actually fits really well in many different sexual positions. So it's really, really versatile. If you're a couple that wants to play around with, say, stimulating the clitoris on the front whilst you're having sex, or if you want to stimulate other erogenous zones, if you want to use it during oral sex, it has many different ways of playing for LGBTQ couples as well. それでですね、このバイブのこの翼の部分でそのペニスの軸を、刺激できるんですけど、その他にも乳首を刺激できたり、あとクリトリスの刺激にも使えます。で、いろいろこうフレッシュにいろいろ使えますので、例えばプレイ中もいろんなそのポジションで使うことができたりとか、あとですね、他にもそのいろんなさまざまなその性感帯の刺激に使えるので、例えばですね、本当にいろんなそのいろんなカップルに、ぴったりだと、例えば LGBTQ のカップルにも、ぴったりのトイだと思います。And finally, I want to talk to you about our latest launch, which is NOS, our new vibrating cock ring that's actually designed with the clitoris in mind. ですね、で最後にですね、ご紹介したいのが、当社のその最新の製品ですね。これはクリトリスのことを念頭に置いて設計されているんですけれども。So what makes it really unique here is that you have the really long
ears of the nose, which actually trapped in the clitoris between them. ですごく面白い、この特徴的なのは、このノーサーと、ヌーサーはですね、ここに上にですね、長いちょっと突起物、耳のような突起物が2つついてまして、ここに、クリトリスをこう挟むような、挟むことができるような設計になっています。So there are two powerful motors inside each one of the ears, just here, which means that those two motors hug the clitoris and keep constant contact during sex. It's difficult to have a cock ring that stays in place, but the brilliance of this is that it will always stay in place and have contact with the clitoris. It's also great to put on top of a strap-on or on top of a vibrator you already like to add clitoral stimulation to your play. でここのですね、その耳の部分にそれぞれ、その2つの部分のそれぞれに、モーターがついていて、その振動でその間に、入れたそのクリトリスを、持続的にずっと、刺激することが、愛撫することができるんですね。で、これですと、これはですね、例えばそのバイブレーターにつけて使うこともできますし、そういった使い方もできます。So it is also got a unique shape. Normally cock rings come round. The nose has two pressure points on each side. That's to allow for extra strong grip and comfortable fit while still being extremely flexible. So it's easy to take on and off and easy to wear and comfortable to wear because of the pressure points. You still have really strong erection from it, but the toy doesn't move around and stays comfortably in place. でもう一つのそのユニークなのはその形状でして、普通はですね、コックリングってすごく丸いだけなんですけども、これは横にyou said the pressure points, you said. Pressure points. Yes, there are like the two little pressure points inside. You will see it's got slightly raised silicon points. 少しですね、その突起のようななんていうんですかね、押して圧をかけるようなデザインが内側について、2つ両側についてまして、でこれでいろんなポジションでつけることができたりとか、そうですね、その刺激を与えることができる、あと簡単に装着ができるというですね、脱着装着が簡単にできるような作りになっています。And our customers love to then slip it on and off, and it can be used as a vibrator all over the body, just like this. You can stimulate the nipples, the clitoris, and play with the entire human body with the two motors here that are extremely powerful. So it's a really versatile toy for couples or solo because it can be attached to a dildo or a strap-on for extra vibration. でですね、これやっぱりうちのその顧客からの意見で、こういったコックリングを何度も簡単に外したりはめたりということをしたいということだったので、そういう人が多いということだったので、そうすると例えばそれを外してから今度は乳首を刺激してみたりとか、あとはもうとにかくそういうふうに多様にすごくいろいろ使える製品なんですね。なのでカップルにもいいですし、一人で使うにもいいと思います。And like all our toys that I showed you today and the rest of our range, it is of course made out of medical grade silicone. It is extremely soft and flexible. All of them are waterproof. All of them are rechargeable. And all of them come with travel lock feature as well. So you can take them on the road with you when you travel. でリオレベルのシリコンを使っているということをお話ししましたけれども、さらにすごく柔らかいシリコンで、作られていますし、それから防水性であるということ、それから充電式であるということ、そしてトラベルロックということですので、持ち運びをしている間に勝手に動かないようにロックできるようなトラベルロックが、ついていたりします。And now we would actually move on to the questions and answers phase. And I want to first start with the 3 questions that you will already see on the Love Peace Club website, where we will be answering some bigger questions about female pleasure, female sexuality, masturbation, and periods. でですね、これからの皆さんの質問にお答えしていきたいと思うんですけれども、まずその質問というのはすでに皆さんがファンファクトリーのウェブサイトでご覧になっているかと思うんですが、例えば女性のプレジャーについて、マスターベーションについて、そういったことについてお話ししていきたいというふうに思います。So the first question was, what are the attitudes towards female masturbation in Germany or even Western Europe? And the answer is, sorry. Yeah. 最初のですね、質問は、ドイツまたはその西ヨーロッパにおいての女性のマスターベーションについての、考え方はどうかということですね。So the simple answer is, it's complicated.
It's remaining a little bit of a taboo topic, but discussions are growing and becoming more accepted. 最初に簡単に言うとそれちょっと難しい問題ではあると思います。これはどこでもないですけれども、ただだんだんそれを議論っていうのは活発になってきていると思いますし、それからどんどん受け入れられてきていると思います。So during surveys, over 74% of women in Germany actually say they masturbate, but fewer are happy to discuss it with their friends or even their partners. Although so many women masturbate, they still feel a little bit uncomfortable talking about it in public. で調査によると、ドイツのですね、女性の 74% 以上がマスターベーションをするけれども、友人やパートナーとその話題を、気楽に話すには難しいというふうに言っています。And sex toys have really helped open up attitudes about sex and about female masturbation, because not only do they give women pleasure, but they also help start a conversation about female pleasure and masturbation. And sex toys have helped it become more and more acceptable. でこういった時にですね、そのセックストイとかっていうのは、すごくそのマスターベーションについての議論っていうのを、もしくはそのプレジャーについてのその議論というのを切り開くのにすごく大きな助けになっていると思うんですね。And particularly among the younger generation, I would say, it is more common for women to actually openly speak about masturbation, admit that they masturbate, share, discuss sex toys. And we definitely see that although it's still a little bit of a challenging topic for particularly older generations, the attitudes towards female pleasure and masturbation are definitely changing and opening up. で特に若い世代では女性がもっとそのマスターベーションについて語ること、もっとオープンに語ることがどんどん普通のことになってきていると思いますし、例えばセックストイについても、同じことですし、ただですね、全世代にわたって女性のその考え方とかそうですね、考え方というのは変わってきているというふうに思います。The next question that we had was, what are the benefits, if any, of female masturbation and pleasure? で次の質問はですね、例えばマスターベーションによってそのもたらせるマスターベーションごめんなさい、次の質問は、女性のマスターベーションにそのプレジャーというのはどんな利益を、女性にもたらすかということですね。And I'm happy to say that there are many benefits of female masturbation, actually. 嬉しいことにそこにはたくさんの利点があるんですけれども。So the first ones that I want to start with are psychological, which means ones that are to do with your mental health and have an effect on your mental attitudes. で最初はですね、心理的な面からお話したいと思います。いわゆるメンタルヘルスとか、それから心理的な、そうですね、態度というか行動が変わってくるとか、そういったことですね。An extremely important point is empowerment. So actually, female masturbation brings pleasure, and that is extremely important benefit, and almost no other benefits have to be discussed, but we will discuss them. But empowerment is really important because by exploring their bodies, bringing pleasure to ourselves as women, we are freeing ourselves up from the expectation that someone else has to give us pleasure. We take ownership of our own pleasure and of our own sexuality. で最も重要な利点、まず最初の利点で、最も重要な点は、じゃあまずそれによって自分自身に自信が持てるようになるということでしょうか。もうこれに比べると他の利点はもう今日お話ししなくてもいいぐらいなんですけれども、それぐらい重要なことであって、このことによって自分のその体を探索して知ることができるようになる、自分で自分に快楽をもたらすことができるようなことが分かる、例えば男性とか他人に頼らずにそれができるようになるということで、自分を取り戻していくようなことができると思うんですね。And women who actually masturbate regularly report better and more positive body image as well. So that's another psychological side effect, is that women who touch their bodies and give their bodies pleasure have a healthier relationship with their bodies, because they don't see them as strangers or something to take care of, something for someone else to enjoy, but something that is theirs, part of them, and something for them to please and to take care of. で、女性定期的にですね、マスターベーションをしている女性というのは、もっと自分の体についてポジティブな体のイメージを持ったり、語ったりすることができるというふうに言われています。で、というのはですね、やっぱりそれによって、自分の体に接することによって、もっと
自分とそのヘルシーな健康的な関係を持つことができるようになるんですね。And the third way that it has a psychological effect in you is it's a form of self-care. So we live in an age where mindfulness, meditation, and those practices are more and more encouraged. But actually, masturbation, female masturbation, is a form of self-care and meditation. It's the time when you're not thinking about anything else. You're focusing on your body, you're focusing on your breathing, you're increasing your heart rate, and you're clearing your mind and you're having pleasure. And that is a very meditative practice, which is good for you as well. で、マスターベーションはそれからですね、素晴らしいいわゆるセルフケア、自分のことを慈しむそのセルフケアの、にもなると思います。で、例えば今は瞑想だとかそういったことを皆さんすごく興味を持っている、時代だと思いますが、例えば瞑想のように、そのセルフケアをすることができるんですね。自分の、例えばマスターベーションをしている間に自分のその心拍数を感じることができるとか、それから自分の心を見つけること、見つめることができるとか、他のことすべてを忘れて自分だけに集中することができる、そういった、機会を作り出してくれるものだと思います。And the second element is the physiological changes. So these mean actual changes inside your body that happen when you achieve an orgasm. で、もう次はですね、その身体的な変化ということをお話したいと思います。これは、要はそのオーガズムの間に、すごくポジティブな身体的な変化が起きるわけです。So one effect of orgasms and female masturbation is actually better mood. So when you have an orgasm, the hormones and neurochemicals like dopamine and serotonin are released in your brain. Dopamine and serotonin are actually the happy hormones. They give you a feeling of happiness and joy. So every time you masturbate and every time you reach an orgasm, you give your brain a boost of dopamine and serotonin, which gives you a better mood, which helps obviously fight depression and also helps with your mental health. でですね、で、このですね、マスターベーションによってそのオルガズムが起きることで、すごくいい雰囲気というか、ベタームードを自分のその心のいい雰囲気を作り出すことができるんですね。で、これはどういうことかというと、そのドーパミンとかセロトニンというこのホルモンの一種、これは快楽とかその満足感を起こす、いわゆる幸せホルモンと呼ばれるものですけれども、これが放出されるんです。で、毎回そのマスターベーションしてオルガズムが起きると、この幸せホルモンが放出されて、でそれがその自分のその心の中の、いい雰囲気というものを、作り出して、で、それがメンタルヘルスにつながるということですね。Another physiological effect is, of course, many women report better sleep after masturbation. So when you have an orgasm, not only does your heart rate increase, so it's a bit of an exercise, the contractions of the body, but also you release a hormone called oxytocin. Oxytocin is the love and affection hormone. So it makes you feel warm and happy inside. And combined with the serotonin and dopamine, and the body changes that happen with contractions and heart rate, it tends to make you more tired and tends to give you better sleep. So some women actually have better sleep from female orgasms and masturbation. でもう一つの利点はですね、マスターベーションすることでよりよく眠れるようになるというふうに言う女性が、多くいます。で、これはですね、マスターベーションすることによって、心拍数が上がったり、ということは、ちょっと運動した後のような状態になるんですけれども、あともう一つ、オキシトシンという、これ愛情ホルモンと呼ばれるものですけれども、これが放出されるんですね。で、そうすると、これ先ほどのそのドーパミンとかセロトニンとはちょっと違って、温かい気持ちになったりとか、あと、もっとですね、疲れるので、その運動した後のような疲れがあって、それでまたよく眠れるようになるというようなことが、起こるというふうに言う人がいます。Another interesting point is that the regular masturbation or orgasms can also reduce pain from periods. So recent studies have shown that physical pleasure is linked with pain and can actually relieve symptoms of PMS and of period pain. Almost every woman suffers from some kind of period pain, so this is a really important thing to practice for that. あとはですね、定期的なマスターベーションをすることによって、ですね、その生理痛とかあと PMS の症状を軽減するという、ことが起きるそうです。これはほとんどの、女性の人がそのことを、言っていますけれども、
はい。And we tend to talk about masturbation always as a little bit of something that's maybe about exploring your body, about bringing yourself pleasure, but there's also a really important part of women's life, which is a menopause. And it's also important during the menopause too. Menopause is actually very poorly studied and very often not discussed in the open, although every single woman on the planet goes through menopause through their lives. それからですね、マスターベーションはその体のその探求とかっていうことだけではなくて、その他にもその重要なことがあると思います。これは更年期についてですけれども、その更年期の間のマスターベーションというのはもうすごく、大切です。更年期というのはこれまであまりこうちゃんとその研究されてこらず、また丁寧な議論がされてこなかったものですけれども。And one of the symptoms of or side effects, let's say, of menopause is vaginal dryness and even atrophy. This cannot be really uncomfortable and painful, not just for sex purposes, but generally. So what masturbation does, it stimulates blood flow to the vagina, and that actually stimulates production of lubrication in your vagina. And it can relieve that menopausal vaginal dryness and help with vaginal dryness during the menopause. この更年期の間の症状として多くの女性がですね経験するのがその膣の渇きだとか、それからその膣のその筋肉の萎縮ですね。でこれはですね痛みなど、特にセックスの痛みなどを引き起こしますけれども、マスターベーションはこの膣へのその血流を刺激して、でそれによって今度膣にその潤いを与えて、これらのその症状というのを軽減することができます。So just to finish off, although there's so many physiological effects of masturbation, it is really important for me that the most important thing is that you feel pleasure and that you don't feel ashamed for feeling pleasure, and that you are allowed to love and pleasure your body and feel pleasure without anyone else involved. So it shouldn't be forgotten that that is actually the most beautiful thing about female masturbation. で今までですね、私はこの皆さんにの回答ですごく生理学的なお話ばかりしましたけれども、一番大事なことというのはやはり女性がそのプレジャーを得るということ、それも恥ずかしがらずに、自分で、プレジャーを得ることができるということ、そしてその女性のプレジャーというのはとても美しいものだということを、お伝えしたいと思います。And the final question that I want to talk about is menstruation, because the question was raised. We Fun Factory have a menstrual cup, the Fun Cup. I have one here to show you. And the question comes up: what does periods and sex? What do they have to do with each other? そうですね、最後にお話したいのがその月経のことでして、で今日私ファンファクトリーが作ったその月経カップを皆さんにお見せしたいと思って持ってきたんですけれども、ファンファクトリーはその月経とそのセックスというのはどういう関係にあるんだろうかということを今からお話ししたいと思います。So there are a few things. First of all, our mission is to allow people to enjoy their bodies and have fun and fulfilling sex lives, and to really just not feel limited by their bodies at any time of the month. This is why we created the Fun Cup. And another reason, of course, is that we happen to be silicone experts, right? So it just made sense to us to invent the Fun Cup. で私たちのそのミッションというのはその自分をすごく皆さんがお客様が楽しさに満ち足りたその楽しいセックスに対しての楽しさと、満ち足りたそのセックスライフというのを、手に入れてほしいと、それを楽しんでほしいと、あと自分の体を楽しんでもらうようにするということ、なんですが、で要はその毎月のいわゆるその月経のその、制約ですね、制約にとらわれずにそういったそのセックスライフを送ってほしいという、ことを目的にしていました。で、その時にたまたま当社というのはそのシリコンの専門知識があったので、これを作るというのは必然だったわけです。So we actually created a cup that is the first cup that actually fits your body shape. It is ergonomically designed to be at an angle because your body is not, your vagina and your womb are not straight as well. And it is made out of medical grade materials. So it holds more than 4 times more than a tampon, and it creates absolutely no leak use. It's super easy to insert, no leaks. You can go through all your period. You can wear it for 12 hours at the time. So it's economically and ecologically friendly too.
で、ですね、この私たちが作ったこの月経カップですけれども、人間工学的にそのデザインされています。というのは、バギナなんかと同じで、みんな同じような形をしている、皆さん中が形をしているわけではないですし、それから使っている材料もすべて医療用のレベルの材料です。で、それからタンポンの他にこれを使ってもらって、で、そうすると毎月毎月皆さんがその、生理用品にお金をつぎ込まなくても、良くなりますし、それから漏れなどを気にせずに動き回ることも、できるようになるわけですね。But a more important question is, what do periods and sex have to do with each other? And actually, there's a lot. Periods are a natural part of women's life. Every single woman, once again, has periods. And it is really sad that for many years, periods and women have been treated as something that is shameful, that is something that you have to hide, and also something that makes you not sexual. We cannot have sex during the period, therefore we are not sexy and we're not sexual during our period. で、ですね、これは長い間、その月経というのは、すごく考えられてきたのは、月経は恥ずかしいものとして考えられてきましたし、それから、月経の間はセクシャルであってはいけない、そういうことはできないというふうに考えられてきたんですね。Yeah, this is all completely not true. Women can lead completely normal lives during their period. It is absolutely normal and there's nothing to be ashamed about. And with the cup, what we wanted to do is allow women to still to not worry about things like leakage and to not worry about toxic materials that you get in tampons that can actually make them infertile, and also to not make women spend so much of their disposable income on hygiene products. There's no need why women should be spending a big part of their income every month just because they menstruate. で、ですね、確かに、そういったことはもちろん全くの嘘なわけです。月経は全くもってその普通のことですし、で、うちの例えばこういったその月経カップで、月経カップを使えば、例えば漏れを気にせずに動くことができる。それから、あと体の中に体に有害な化学物質を、有害な化学物質によるその体の影響を気にせずにも、使える。そしてあともう一つはですね、毎月毎月その使い捨ての、生理用品にお金をつぎ込まなくても良くなる、自分のその稼いだお金の中から毎月毎月そのお金を使わなくても良くなるということがあります。And yeah, we believe that women should be able to dance and masturbate and have some shallow sex or oral sex or sexual experiences or sleep without worrying about their period. And the cups actually allow you to do exactly just that. They allow women to have healthy and happy period and stay connected with their bodies and not ashamed of their bodies during this time. で、月経中でもその女性はダンスもできるし、いろんなセックスができる、心配なく眠ることもできる、とにかくそのヘルシーで幸せな、生活ができる、そういったことを、可能にしてあげたいというふうに思っています。So those are the three questions that I wanted to answer. I want to say thank you very much for listening and for all your time learning about Fun Factory. And now I would like to pass on to Minori to maybe answer some of the questions from the audience as well. ですね。これで、こちらからのプレゼンテーションは、一旦終わりになります。で、この後ですね、みのりさんもしくは皆さんの方から質問を受け入れられればというふうに思っています。ありがとうございました。なんかその更年期とマスターベーションのこういった話聞くのってなかなか日本語で聞くこともないので、すごく刺激になりました。ありがとうございました。あとは皆さん今のお話聞いてもっといろんなこと知りたいとかあったらぜひ Q&A の方に言っていただけますか。で、私はなんだろう、聞きたいなと思ったのは、そのコロナの中で最初去年の今頃 Yeah. イローナと話してて、コロナの中ですごくヨーロッパの方ではセックスグッズの売り上げが伸びてる、日本はどうなのって聞かれて、いや日本はそれどころじゃないんじゃないかなっていう話をしたんですけれども、私からの質問として、今そのコロナの状況の中で、ドイツの女性たちがそのセックスライフやマスターベーションとかそういうカップルの生活でも何か変化とか影響を与えていることとかあったら聞きたいなと思います。よろしくお願いします。
there's any change during the Corona time, if there's any change about the sex life or the sex life of the couples in Europe, for example. Also, Ilona, could you close your PowerPoint? Yes, I just need to Yeah. I just need to stop the presentation for 2 seconds. Yes. 今ですね、ちょっとプレゼンテーションのファイル閉じますので、ちょっとお待ちください。ありがとうございます。はい。There we go. Yes. はい、始めましょう。Yes. Perfect. Yeah, so yeah, you're right that at the beginning of the pandemic and the lockdowns, we definitely saw sales of sex toys increase, particularly online. And a big part of that is what we notice is that people were, first of all, not able to go outside and spend money outside, so they were shopping. But another thing is that we did notice that couples were starting to explore a little bit more. For example, we specifically saw a big rise in pegging product sales. So we released the Limba Flex last summer, and the sales of it have gone really, really well because we believe that couples have started looking at different ways that they can play, engaging in different fantasy plays, and exploring different sex toys that they never considered before. Soロックダウンとかそのパンデミックのその初めの頃は確かにおっしゃるようにそのセックストイの製品のセールスというのは特にオンラインはすごく上がったんですね。ただみんな外に出かけられなくなったということがあると思うんですが、もう一つはカップルがですねやっぱり2人揃ってお互い何かこういろんな新しいものを探し始めたんだと思います。例えば昨年の夏ぐらいからですね違う種類のトイが売り始めまして、でみんな多分その今まで使ってたのとは違うトイを使ってみるとか、そのもっと違うファンタジーを求めてみるとか、何かこう違った新しいものを、なんていうんですかね、探してみようというふうになってきたんだと思います。Yeah, and I suppose the other element is that we discussed it earlier as well, is that we do expect as well that people, there were more breakups as well, we know during COVID as well, because people were forced to stay together for a long time in the same space. But I think overall, maybe something to do with it, and this is just my thoughts, is that we saw people really having a difficult time. They were losing their jobs, or they were not able to see their families. And we saw that people started eating a lot, which creates those serotonin and dopamine hormones in their brains. And I also believe that they then probably explored things like masturbation and toys for the first time as another form of excitement and also pleasure, because they needed it, honestly. And now that the lockdown is easing, we actually see the sales slightly decline online because of online shopping fatigue, you know. So it's an interesting, COVID has been a really interesting period to observe customer behavior. ですね、あと先ほどもちょっとお話しましたけれども、カップルの例えば、このカップルのその関係を終了してしまう人もいると思うんですね。やっぱり一緒の時間が辛いとか、そういうこともあると思いますし、それからもう一つ、みんなにとってすごくこれはハードな、時だと思うんです。というのは、例えば、みんな家族に会えないとか、仕事が、なくなってしまったとか、でそんな辛い時に、例えばそのセロトニンとかドーパミンというその幸せホルモンが必要になったりとか、でそれを頭位で、作り出してみるとか、そういった時にこそそのプレジャーっていうのは必要だと思うんですね。で今はですね、ロックダウンがもう終わって、終わりかけてきてまして、でこれからじゃあ私たちはこのオンラインでこういうどういう変化が出てくるのかっていうのを、これからまた見ていきたいと思います。すごくセールスの側から見ると面白い動きだと思います。ありがとうございます。そう、本当こういう時だからこそプレジャー手放さないってことが私たちにとってもすごく大事なことだなってことを感じますよね。で今皆さんご質問とかあれば Q&A の方で書いていただければいろんなさんに私から読んでお伝えしたいなと思うんですけども、ありますか？ファンファクトリーのバイブすごいんですよ。なんて言うんだろう、重量感もちょっとやっぱりいいモーターが入ってるのであって、でやっぱりさっきイローナが言ってくれたようにラグジュアリーなレストランでスローガズムっていい言葉今日聞いたなと思いますけど、そういうのを得るような感覚だったりとか、そうあとは、ね、74% の女性がマスターベーションいつもしてるかどうかわかんないけどドイツではしてるって結果があるんですけど、日本ではどのぐらいなんでしょうね。そうじゃあ質問がなかなか来ないようなんですけど、私からじゃあ
もうそろそろ終わりの時間なんですけども、質問は、イローナさんって中国とか日本とかアジアのマーケットをいろいろ見てるドイツのファンファクトリーのマーケティングの統括なんですけれども、イローナさんから見て、日本のもう詳しいんですね、セックス事情とかその文化のこととかもとても詳しいので、どういうふうに見えてるのかってことをちょっと最後に聞きたいなと思います。あ、質問も来てますね。ちょっと待ってください。後でじゃあこの質問の後に一人読みさせてあげたいと思います。Market, or what do you see in the market in Asian country or in Japan? It is a big topic, but at the same time, I would say it is a little bit different. Where I think the Asian market is more individual pleasure focused, especially say Japan. The really big difference is it's not about couple toys as much. In Europe, it is very much about couple toys, and the majority of sales goes to couples. And in Japan, I see more that there's definitely male products that are performing really strongly in the market. They dominate the market. And at the same time, women's products are something that is entering the market and something that is taking a little bit longer. Women are potentially, this is to do with the financial and income situation. You know, to afford a high quality vibrator, you need to make sure that you have the income. And also it's to do with attitude as well, or living conditions. If you're living with your parents, if you're living with your grandparents, it's a lot harder to say own a vibrator. In Europe, we tend to live separately from our parents, from our other families, live alone, or have a room in the flat with lots of other people and not and have a lot of our own private space. And I think that has a big impact on how much females may buy products and masturbate alone. ですね、日本では個人のプレジャーのために、製品を買う人が、市場のほとんどを占めていると思います。市場の多くを占めていると思います。これヨーロッパではですね、カップル向けのもの、カップルのプレジャーのための製品が売れているのとはまた違うんですよね。で、あと日本ではですね、やはり女性向けの製品というのも今参入中ですし、あともう一つはですね、その日本の場合は住んでいるその家の住宅環境もあると思うんですね。例えばその家族と一緒に住んでいたりすると、やっぱりそのトイを使ったりするのは難しい、どこで持ったりするのは難しいとなると思いますが、ヨーロッパだとやっぱり一人で住んでいる人が多い、もしくはそのプライベートのその空間というのを、持っているので、そういった意味でも、やはりその売れ行きにはいろんな違いが出てくると、その違いが出てくると思います。ありがとうございました。じゃあ2つ質問が来てるので、ぜひお願いします。ファンファクトリーのグッズはどれも元気の出るビビッドな色が多いですけれども、この色に何かメッセージや思いがあるのでしょうか？ To encourage me, and then do you think that there's a message by Fun Factory with this design and color and with this product, so vivid and brightful design? Yeah, so thank you for the question. Generally, we actually from day one wanted to make colorful toys because honestly, not many women want fleshy cream or black toys, and they want to see bright and beautiful colors. So the idea was to create products that are not only nice to use, but are beautiful to look at. And that's why we always went for these kind of slightly quirky or different shapes and different colors, so that they stand out and make you feel happy to own the product. And another thing is actually functions. So our shapes are defined by the different functions we want to give people. And when, for example, a very small example is when you have a smooth toy that just has no lines, no ridges, it actually is really hard to stimulate the inside of the vagina, because the nerve endings of a vagina are trapped between layers of skin. So just by pushing a metal or a smooth silicone toy into the vagina, you're not reaching those nerve endings. Many of our vibrators, like the Tiger or the Surf, have ridges, and the ridges can really penetrate those layers and stimulate the nerve endings inside the vagina. So there's definitely the fun and beautiful part to it, and there's also a functional part to it. ですね。
まずそのカラフルであるということは、まず質問について質問くださってありがとうございます。まずカラフルであるということは、女性はやはりですね、ただ例えばその肌色であるとか、黒っぽいとか、そういった色よりはやっぱり明るい色が、好みだと思うんですね。やっぱり見た目にもその美しいものというものはすごく好まれると思います。あと、それでいてそのスタンダードなバイブレーターだと製品であるということですね。それともう一つ、機能については、やはりそれぞれの機能が動くようなその設計をしているんです。で、例えばですね、他の他社のメーカーのそのバイブレーターの形で、例えばそのまっすぐで、こうなんていうんですか、まっすぐなそのバイブレーターの形があるんですけれども、これだけだと中に入れたときに、ちゃんとですね、バギナを刺激することができなくて、なかなかこう、オルガズムとか快楽を得ることができないんですね。で、うちのその製品にはそのうねが、うねですね、そのうねうねとしたこのうねがついてるんですけれども、これがついてるのは、これによってちゃんとそのバギナの中をその刺激して、ちゃんとそのプレジャーを得る、刺激を得ることができるようにというふうに設計されています。ありがとうございます。あとカラフル、私はやっぱりいろんな包括的な多様性ってこともメッセージで入ってるんだなっていうふうに思ってたんですけども、多分そうだと思います。あと、もう一つの質問が、ドイツの女性は自分の体 Yeah, that's another thing. That's Yeah, very true. When you have all sorts of colors, then it's not about specific genders. そうですね、いろんな色があるということは、一つのそのジェンダーに向けているわけではなくて、やっぱりいろんな包括的なということも念頭に置いてますね。はい。で、最後の質問になっていいかしら。ドイツの女性は自分の体や月経のこと、またマスターベーションのことについて、どこから情報を得ることができていますか？また、手軽に得ることができているのでしょうか？日本では容易ではないと感じていますっていうご質問なんですけれども、それについてイロナさんのご意見とか、ドイツの状況について教えてください。How do they get the information about masturbation or menstruation? So from what? Or from which media? Or from what? What they get? Yeah, actually, I think a lot of companies like us and other retailers in the adult industry do a lot of the work to educate women about sexual pleasure and about menstruation. I think that's what Love Peace Club does in Japan. And I wish more and more people would be able to do that. For example, we Fun Factory have our own website, funfactory.de, and there you will have things from blog posts to videos showing you how to insert cups, about periods, about how to masturbate, what best toys are best for masturbating. And I would say that actually sex toys is a really great way to learn about your body and masturbation, because they're already designed to have an effect, so they're super easy to use. But often they come with user manuals and other information that teaches you a little bit of the content. And another thing, of course, is there are some brilliant books out there that you can get and read about female sexuality. I don't know if they're translated to Japanese, but and I would even say that nowadays magazines are talking a little bit about it more as well. You will see sex toys advertised in Cosmopolitan and Glamour and magazines like this more and more, but there's not as much educational information out there. ですね。で実際ですね、こういったその情報なんですけれども、いわゆるセックスエデュケーションのその情報っていうのは、ファンファクトリー、もしくはそのファンファクトリーのようないろんなそのメーカーが提供してたりするんですよね。ラブピースクラブも同じようなことをしてらっしゃると思いますけれども、例えばうちのそのウェブサイトでは、ブログとか、それからビデオなどでカップの入れ方とか、それからマスターベーションの仕方とか、月経についてとか、そのいろんな情報を紹介しています。あと、もう一つはですね、セックストイそのものが、そういったことを学ぶにはすごくいい道具になると思うんですね。それによって、どういうふうにそのマスターベーションするかとか、そういったことを実際に学んでいくことができると思います。でもう一つだと、一つ本がありまして、これは女性とそれからそのセクシャリティについての本なんですけども、これもすごくいい本でいろんな情報が載ってるんですが、ちょっと日本では出版されているかどうかちょっと、私は分かりません。あとはそのコスモポリタンとかそういったその雑誌ですね、そういったところでも紹介されていたりしますし、情報というのはそういったところでどんどん出てきていると思います。ありがとうございました。オリビアさん、日本でカップルのその性的なプレジャーについて、いろいろ教えてらっしゃる方
が質問してくださってるんですけども、日本でオーガズムの相談を受けていると、外行きできるけど中行きできない。多分英語で難しい言葉だと思うんですけども、クリトリスではいけるけれども、膣の中ではいけないっていうふうに分けて考えている人が多いんですが、クリトリスオーガズムと膣オーガズムっていうのをドイツではそういうふうに分ける考えが一般的ですか？どう思いますかっていうご質問です。Here's another question by the so it's called sex educator, whose name is Olivia, and she or he has a question that there in Japan there is an idea to judge that if we as a woman can get climaxing or orgasm with clitoris or with vagina, and what about in Germany? Is there any this kind of similar idea in Germany? Is it exist in Germany such an idea to think or to judge the? Is it possible with clitoris? Is it possible with vagina, or which is important or something like that? When you say judge, can you just clarify? Do you mean that people look at you badly if you can say only have a clitoral orgasm but not a vaginal orgasm? Yeah, this concept, if that's what you mean, there's definitely a distinction. And there was before, I would say there was this thinking that if you can't come through, if you cannot reach an orgasm through penetration, which means inside of the vagina, that means that there's something wrong with you. Your vagina is not sensitive enough or something like that. But because of all the education that's been done and sexologists that are doing great work, it's just absolutely no longer the case. Men are also more educated to understand that women, 80% of women don't have an orgasm just from penetrative sex, just from penetration of the vagina. So 80% of women need at least clitoral stimulation as well to reach an orgasm. That is now a really accepted fact in Europe. And that's something that really helped people understand it better, particularly men. I think it was really linked to male mentality, that it's either that they're doing a bad job or the girl is broken if she's not having an internal orgasm. And education to couples about the fact that clitoris is a really important part of female orgasm has helped break down that barrier. And that now it makes it easier to accept that you need clitoral stimulation and maybe a bullet or a sex toy to help you to come to orgasm during sex. But this idea did used to exist, and I know where it comes from, but it's absolutely not right to judge someone by the internal vaginal orgasm, because most women don't have orgasms from your vagina. And the reason for that is what I explained earlier. It's those layers of sensitivity inside your vagina. The nerve endings are trapped under layers, and it's really hard to stimulate them. And in fact, you will hear maybe that women that are older enjoy sex more. And the reason for this is because as we age, the tissue inside your vagina will become thinner, and the nerve endings are actually more exposed. So when you're having normal penetration, you will feel more pleasure. But that's only because of that reason. There is no other particular reason. And regular use of sex toys with ridges can actually train your nerve endings to be more sensitive, so you can enjoy penetration more. ですね、そのご質問の、まずご質問の内容ですけれども、こちらにも似たようなその考え方というのは、確かにあります。で、これ、いわゆるその区別化、そういったその区別をするような考え方ですね、はありますね。ただ、実際のところですね、その、ペニスの挿入で、オルガズムを得ることができない女性というのは 80% ぐらいいるそうです。で、実際にはそうするとクリトリスのへのその刺激というのもすごく、大事なんですね。で、これが必要であるということ、考え方がだんだんヨーロッパでは、広まってきています。で、やっぱりこれはどうしてその挿入で行くか行かないかっていう話になるのは、やはり今まで男性のやっぱりメンタリティによるところも大きいと思うんですね。でもやっぱり女性にとってのそのオルガズム、女性のオルガズムにとって大事なのは
はやっぱりクリトリスも、刺激をするということ。で、それが、そういった考え方が、今までのそういったなんていうんですかね、その区別化のそのバリアというものを壊していくんだと思います。で、もっとそのお話をします。先ほどもちょっと、お話ししたんですけれども、実はですね、その女性の膣、そのバギナの中というのは、筋肉ですかね、筋肉のその筋膜層というか、その層が、レイヤー状に、層状にこう、なって、構成されていて、で、これが年を重ねるによって、どんどんこう、薄くなっていくんですね。で、薄くなっていった結果、その刺激が感じやすくなると。で、そうすると、挿入によって、そのオルガズムを、得れやすくなるんだそうです。で、先ほどのそのバイブで、そのファンファクトリーのバイブで、うねがたくさんついている、うねがついている、その形状にしているというのは、この相乗をこう刺激するためにそういうふうに作られているんですけれども、はい。ですね。ちょっと戻りますけれども、そういったそういった考え方というのは、確かにこちらでも、存在します。ありがとうございました。ご質問以上でよろしいでしょうか。いや、でもすごく勉強になりましたし、なんかコロナの中でこうやってドイツとつながって、で今日ごめんなさい、ご紹介遅くなっちゃったんですけど、中澤さん、通訳してくださってる中澤さんも今日ドイツから参加してくださって、でラブピースクラブで今ドイツの日常をコラムで書いてくださってるんですね。やっぱなんかこうやって女の人たちで集まってプレジャーの話するっていうのがすごく大事な時間だったなって今日思いました。本当にイローナに感謝と中澤さんにも感謝です。最後にじゃあイローナから皆さんにメッセージ一言いただいてよろしいでしょうか。お願いします。Please. I just wanted to say thank you so much for being with us today and for listening. And I hope that you learned something interesting today. I hope that you also feel more comfortable about your own sexuality and maybe curious to explore something for yourself as well, and not so afraid of what everybody else might think about it. Sexuality is for everyone, and we have the right to feel pleasure. And I really hope that you feel that too. And yeah, I just really want to say thank you so much to Minori for organizing this, and for Aki for translating and helping me communicate with you, although I'm so far away in Berlin. And yeah, I hope we have another opportunity to do something like this again, because education is extremely important. まずはですね、今日は皆さんに参加していただいてありがとうございました。で、皆さんにとってすごくこういろんな面白いこと、興味のあることを学ぶような機会に、知るような機会になったらいいなというふうに思いますし、それから心地よい、もの、心地よい何かで心地よくなること、それから、もっとですね、好奇心を持つということ、それから、セクシャリティに対してすごくそうですね、セクシャリティを持っていく、自分のセクシャリティに対してその自信を持っていくこと、それから、プレジャーを、楽しみになれることですね、そういったことを皆さんに、どんどんしていってほしいと思います。それから、みのりさんと、私ですけれども、ありがとうございますということと、今日はですね、私、ベルリンから参加してたんですけれども、またこういった機会があるといいなというふうに思います。というのは、やっぱりこういったそのエデュケーションの機会はすごく大事だと思いますので、またこういった機会があればいいなというふうに思います。ありがとうございました。本当にそのセックスエデュケーション、今日本でも関心が高まっているので、定期的になんかドイツのセックスエデュケーションの話とか、バイブの話とかできるようにしていきたいなと思います。今日本当に参加してくださった方、皆さんたくさん参加してくださってありがとうございました。で、イローナさんとアキさん、本当にありがとうございました。Thank you, Ilona. So maybe Thank you. time. Thanks. じゃあ、今日一日、Have a good day ですね。まだお昼ですもんね、お昼ま You で。 too. はい。Yeah, では、良い if 週末 you're を having a day, so have a nice day. Have a nice day. ありがとうございました。じゃあ、失礼します。ありがとうございました。Bye. Thank you so much. Bye. 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 Bye.